宇土の長照と息子たち。どうする家康に学ぶ日本史。瀬名と人質交換のために捕虜に。宇土の長照は徳川家康に攻められ落命するが、息子の氏長と氏次の二人は捕虜となって家康の妻瀬名や子供たちと人質交換された。宇土の長照と二人の息子たちの生涯を詳しく見ていこう。宇土の長照の青年は不詳だが、父今川義元の重臣宇土の長政と母今川義元の妹との間に生まれている。宇土の氏は藤原氏の末裔だとも言われ、紀伊新宮の宇土のというところに従したことから宇土の氏と名乗るようになったと言われている。宇土の氏は航海術にも長けていたことから伊勢湾を行き来して三河方面とも交流を深め移り住んだようである。やがて宇土の氏は今川氏に仕え、西郡上野郷城の城主を務めるようになった。さらに宇土の長照の父長政が今川義元の妹と結婚したため、宇土の氏は今川氏の縁戚として重用された。1556年弘治2年に長政が死去して宇土の長照が後を継いだが、長照は今川氏真とはいとこ同士であった。そしてさらに長照の妹お田津の方は今川家重臣の伊能貫達に嫁ぎ、宇土の氏は勢力をさらに拡大している。宇土の氏は今川氏の三河での最大の勢力となったために、今川氏が織田氏から大高城を奪取すると、長照は城代として守備に当たった。城代とは城主に代わって城を守る役目である。今川義元は航海術に長けた宇土の氏を当時は海に接していた大高城の城主にすることで伊勢湾の制海権を手に入れようとしたと言われている。ところが大高城は織田勢に囲まれて兵糧が枯渇して長照らは絶体絶命の危機に陥った。最近の研究では伊勢湾の制海権を取られるという危機感を持った織田信長は大高城を兵糧攻めにして、実は今川義元が三河に出てくるようにおびき寄せたという説が主流派となっている。1560年永禄3年、今川義元は兵を挙げると同時に家康に大高城への兵糧運び入れを命じている。家康は大高城への兵糧運び入れに成功するが、今川義元は大高城へ向かう途中の桶狭間で織田信長に討たれた。この桶狭間の戦いについても織田信長が綿密に計画して勝利した戦いであるとする説が近年では支持されている。それはともかく大高城には家康が残り、長照ら今川勢は駿河へと引き上げている。宇土の長照は粗暴なところがあり、上野郷城を拠点に今川勢として戦ったが、多くの家臣たちが立ち去ったという。家康は弔い合戦をする気概もない今川氏真に見切りをつけて織田信長と公主同盟を締結する。以前は信長と家康は清須同盟を結んだとされていたが、現在では公主同盟だったとされている。1562年永禄5年、家康は
母於大の方の夫久松利勝を先陣に宇土の長照の居城上野郷城を攻撃させた。上野郷城は要害で家康は攻めあぐねたが、家康の家臣の服部半蔵配下の伊賀と甲賀の忍びが城内に潜入して放火したため、上野郷城は大混乱となった。家康は城内の混乱に乗じて一気に兵を攻め込ませ、長照を追い詰めた。この時に宇土の長照は自害したとも、伴義一郎に討ち取られたとも言われている。長照の二人の息子氏長と氏次は生きたまま捕虜となったが、この時兄の宇土の氏長はまだ14歳であった。家康の重臣石川数正が使者となって今川氏真と人質交換の交渉を行い、氏長氏次兄弟と元康の妻瀬名と子供たちの交換交渉を見事に成立させた。そして瀬名と信康、亀姫は無事に岡崎城に帰還することができたのである。宇土の氏長氏次兄弟は今川家臣で二俣城主松井宗常のもとに身を寄せた。ところが1568年永禄11年、武田信玄に二俣城は攻められて落城したため、兄の氏長は家康に、弟の氏次は縁戚で徳川方の松平家忠に仕えた。兄の氏長は家康に従って姉川の合戦や長篠の戦いにも従軍して、家康が関東に威風されると1700石を与えられ旗本になっている。弟の氏次は関ヶ原の戦いの前哨戦である伏見城の戦いで鳥居元忠や松平家忠と共に石田三成軍と戦って戦死している。また宇土の長照の妹お田津の方と夫の伊能貫達も今川氏真に反旗を翻して戦ったが、共に敗れ戦死している。兄の宇土の氏長は地獄家石見守に叙位任官され、76歳まで生きて天寿を全うした。織田信長と徳川家康の二人に翻弄され続けた父宇土の長照とその子氏長と氏次兄弟の生涯であった。